長く続いた股関節の痛み。私は手術を選びました。当時私はロサンゼルスに住んでいて、10年以上座りっぱなしの仕事をしていました。ニューヨークで出産し、その後ロサンゼルスに引っ越しました。股関節の痛みはどんどん強くなり、ベビーカーに体重を預けながら歩く日もありました。ある日、靴下を履こうとしたとき、手が足に届きませんでした。その瞬間、何かおかしいと初めて思いました。子供が3歳になったとき、カポエラのクラスを見学しました。体を動かしていないから痛むのかもしれない。そんな自己判断で私はカポエラを始めました。その後、子供が4歳の時に日本へ引っ越してきました。痛みが続いていたので、近所の整形外科を受診しました。レントゲンでは異常なし。でも大腿骨の横に小さな白い影がありました。切開かもしれないですね。そう言われました。ある夜痛みで目が覚めました。次の日別の病院を探しました。検査はレントゲン、エコー、MRI、そして診断は股関節心損傷。その時初めて聞いた名前でした。そこで勧められたのが PRP 治療でした。皆さん PRP ってご存知ですか？自分の血液を採取して遠心分離器で成分を分けます。その中から血小板が多い部分を取り出して痛みのある場所に注射します。それによって組織の修復を助ける治療です。でも悩みました。1本10万円から20万円。しかも効く人と効かない人がいると言われました。ちょうどその頃、私はピラティスを深く学び始めていました。体は柔らかくなり、可動域も広がっていきました。でも痛みは消えませんでした。特に切開のある右側の外側の痛みはどんどん強くなっていました。そして私は4人目の整形外科医の先生に出会いました。同じく股関節を痛めて回復したピラティスの先生に紹介していただいた先生です。診断は寛骨臼形成不全、キャム変形による股関節インピンジメント、そして股関節心損傷。さらに左股関節も軽いですが同じく股関節心損傷があると言われました。でも先生はこう言いました。まだ股関節鏡手術に間に合います。まずは保存療法を続けました。筋肉の機能を取り戻すエクササイズ。これは別の動画で紹介します。さらに関節内注射、局所麻酔と少量のステロイド、そしてエコーで確認しながら仙腸関節周辺に薬液を注入するハイドロリリース。できることはすべてやりました。それでも3週間ほどで痛みは戻ってきました。そして私は手術を決断しました。手術の決断は人それぞれだと思います。でも私の場合は骨の形に問題があること、股関節心の損傷が強いこと、大腿骨側の軟骨にもダメージがあったこと、そしてこの先年齢を重ねながら今までの体の使い方を変えていけるのか、軟骨がもっと損傷する前に体を変えていけるのか、その不安がありました。さらに股関節内視鏡手術ができるギリギリのラインと言われました。それが私が手術を決めた理由です。さて、皆さん股関節の仕組みをご存知ですか？股関節は太ももの骨、大腿骨と骨盤のくぼみ、寛骨臼、この2つでできています。ボールとお皿のような関節です。この形が正常だと大腿骨は寛骨臼の中で滑るように動き、スムーズに体を動かすことができます。寛骨臼形成不全とは骨盤のくぼみが浅い状態です。本来はボール、大腿骨がしっかり包まれる形になっています。でも形成不全では受け皿が浅い、ボールが十分に包まれない状態になります。そのため関節が不安定になる、股関節心に負担がかかる、痛みや引っかかりが出ると言われています。キャム変形とは大腿骨の付け根に骨の出っ張りができてしまう状態です。この出っ張りが原因で股関節インピンジメント FAI という骨同士がぶつかる状態が起きます。この衝突が繰り返されることでクッションの役割をしている股関節芯が傷ついたり剥がれたりしてしまいます。
これが股関節筋損傷です。ちなみに右下に出てきた写真が私の股関節芯です。かなり損傷していますね。余談ですが、寛骨臼形成不全は日本人女性の約 15%、男性では約 7% に見られると言われています。CAM 変形は12歳から18歳の成長期に形成されることが多いそうです。特にサッカー、アイスホッケーなどの負荷の高いスポーツが影響する可能性があると言われています。私はその頃長距離をずっと走っていました。ジムでもトレッドミルでよく走っていました。もしかしたらそれも関係しているのかもしれません。次の動画では実際の入院、手術、術後2週間の回復、傷の状態などをお話ししていきたいと思います。これからこのチャンネルでは股関節の痛み、体の不調、体を整える方法などについて私自身のリハビリを兼ねながら家でできる簡単なピラティスのエクササイズ、ストレッチ方法、トレーニングなどを発信していきたいと思っています。もしよろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。